こんにちは。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回登録者様が1万人を超えたということで、ありがとうございます。それの記念といったらなんなんですけど、質問返し動画を作ったことがなかったので、今回質問をインスタグラムの方で募集させていただいて、質問返しの動画の素材に使わせていただいております。で、今日これから親友が中学2年の時からとても仲いい子がいるのでが来てくれて、その彼女と会話というか、彼女に質問を出してもらい、読み上げてもらいながら動画を進めていければいいなと思います。いただいた質問本当にたくさんいただいたんですけど、そのうち答えられるものを100個近く、多分95個ぐらい答えているんですけど、その中でその重複してる内容とかは適宜かいつまんだりガッチャンコしたりして答えさせていただいてます。あと普段の Vlog を見てくださってる方はもう重々承知だと思うんですが、私はオタクでオタクだし、あとボーイズラブが好きだったり、ファンアートとかの二次創作についてもすごい好きなので、そういったジャンルの話が出ることもあると思います。で、そういう話がちょっと苦手だなとか、あまり触れたくないなって思う方は申し訳ないんですけど、ブラウザバックしていただけると安心かなと思います。で、あと具体的な作品名についての質問とか、推しはいますかとかいう質問もいただいて、ワクワク答えさせていただいているので、そういった際は作品のネタバレが含まれることもあると思うので、そういったネタバレがあるよっていうのは一声言うように気をつけます。で、ざっくり雑貨とか家具とか、食べ物とかの生活系と、あとその人生について仕事のこととか小説のこととか、あと進路とかそういう人生系の質問と、あとオタク関連のオタ活とかの質問と、あとその他の質問の4つにセクションを分けているので、それももしよかったら見る際の参考にしていただければなと思います。で、1時間を大きく超える動画となっていて、結構長くな短くしようと思ったんですけど、撮り直しても長くなっちゃったので、もしよかったら作業のお供にとか作業用とかに使っていただけたらなと思います。では少しでも楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。じゃあ本編レッツゴーです。さあ行くぞ。まず簡単な自己紹介をしてほしいです。誕生日など。私はキヨという名前で Vlog を始めていて、で全然本名にかすって一文字もかすってない名前でやってます。で、今東京に住んでいて一人暮らしで20代です。20代後半です。で、社会人で誕生日なんですけど、6月生まれでついこの間誕生日を迎えました。でもたくさん誕生日近いって言った時にインスタでおめでとうございますってメッセージくださって本当にありがとうございます。はい、はい、じゃあ次、早速じゃあ生活系の質問から。一人暮らしの家選びで大切にしたことは何ですか？セキュリティなんか前の家でさ、変なおじさんが2時に私の部屋の前をピンポンピンポンピンポンドアガンって蹴ったりしてきて、引っ越す羽目になったので、結構その警察署が近いとか大通り沿いとか、なんかただ単にオートロックがあるっていうだけで選ばないようにしようとその時決めました。次、家具の配置を知りたいです。家具の配置は、うちの家すごい縦長なんで、私の適当なペイントツールで描いた図をこの辺に出すんで見てみてください。本棚の横幅は何センチですか？本棚は今ここに写っている本棚があるんだけど、これは3段階横幅が確かあったよね、ベルメゾンで。これ何センチ ?90 センチかなぁ。一番大きいやつです。多分90センチです。で、親友も色違いの同じのを使ってます。本棚の具体的な商品名を知りたいです。
本棚、これはベルメゾンで買ったんですけど、概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ見てみてください。めちゃくちゃいい本棚で、地震が来ても本が今のところ落ちたことがまだないです。カードスタンドの具体的な商品名を知りたいです。カードスタンドをよく机の上にこう置いてたり、本棚にカードを飾るときに使ってるんですけど、これ Amazon で買ったもので、後になったりしなくて結構便利です。で、これも概要欄にリンク貼っておくので見てみてください。よく使うインテリア通販サイト、雑貨や小物の通販サイトは何ですか？通販で家具を買うことが多いんですけど、なんか見に行くのはフライミーっていうサイトが結構普通からやや高いぐらいのおしゃれな家具のブランドがギュッて集まっててすごいいいなって思うんですが、なんか実際買うのは私結構冒険する方で Amazon とか楽天とかあとバイマの海外通販で韓国系の家具とかを実際の商品を見に行けないからドキドキするんですけど、安かったら買ってみちゃって、それで事故ったらそれもまた人生みたいな感じにしてます。ただでもいろんな家具通販サイトありますが、できれば現地に見に行きたいとは思っています。難しい。で、雑貨や小物の通販サイト。そうだね、それも。雑貨や小物も一時バイマで買い物するのにすごいハマってて、韓国雑貨とか韓国家具が流行ったじゃないですか。今も流行ってると思うんですけど、バイマはちょこちょこ見るようにしてます。部屋のコンセプトを教えてください。部屋のコンセプトは混沌そうね。混沌としてるよね。だってグッチの画集の前にシルバニアファミリー置いてある。好きなものをギュッと。好きなものしか置かない。部屋のコンセプトは好きなものしか置かないです。おすすめの家具はありますか？おすすめの家具はVlog によく映っているんですけど、一人掛けのリンロゼのソファーを去年か一昨年かなんかのボーナスのタイミングで思い切って買ったんですけど、すごく良かったです。5年ぐらい欲しかったんで、座りやすくて軽くてめちゃくちゃいいです。ハマってるおやつは何ですか？幼少の握りよりチョコが好きあとじゃがりこのサラダ味をロングをさ食べたことなかったの。なんかそんなことある？そう、ロング食べたことなんかさ、普通の売ってんじゃん。L サイズの。知らない。知らないこれデブしか知らないよ。知らない、そんなもの。なんかそれをじゃがりこロングが原神とコラボして、なんか蓋の柄と筒の柄がキャラが一致してないので全然。それが一致してるカップを一致杯って呼んでて、みんな原神のアイテムになぞらえて一致杯って呼んでて、その一致杯集めにハマってた時にじゃがりこ溜まっちゃったな、食わなきゃと思って食ってたらじゃがりこロングにハマった。1日3箱とか食べてた。やば。聞くなよ。おすすめの紅茶は何ですか？おすすめの紅茶はマリアージュフレールが好きなんですけど、ぶっちゃけ高い紅茶屋さんって全部等しく美味しいと思っていて、マリアージュフレールはお店の雰囲気がすごい可愛いし、あとなんか銀座の本店が近いのでよく遊びに行ってます。でその中で最近飲んで美味しかったのは、先輩の結婚祝いに買ってったウェディングインペリアルだっけ、あれウェディングだっけ？ウェディングかな？ウェディングか。ウェディングっていうなんか白い箱に入ってる、白となんか銀の白押しの箱に入ってるお茶が買ったんですけど、すごいいい香りで自分用にも買ったら美味しかったです。癖がなくてミルクティーにもできておすすめです。好きなチョコレート屋さんはありますか？じゃあ値段が低い方からいくと、コンビニで買えるやつだと普通に明治の明治のハイミルク、明治だっけあれ、赤いやつ知らねえか。でも赤ってガーナのイメージあるけど、なんか明治のチョコのバチクソ甘いやつがあってハイミルクが好きで、次にやや高に行くとリンツのリンドールの甘いチョコが好き。私は苦いチョコが苦手で、高くてなかなか買えないやつに行くとラメゾンデュショコラのプラリネの詰め合わせが好きです。めちゃくちゃ高い。スタバのおすすめカスタム知りたいです。スターバックスは最近胃袋がフラペチーノに負けるんであんまり飲めないんですけど、
スターバックスラテにエスプレッソショットを入れるといい感じに起きれるし、ミルクが入ってることでブラックコーヒーより胃が刺激されなくていいです。お部屋をカラフルにしたいのに小物とか好きな色に偏ってしまいます。買う時の決め手は何ですか？部屋をでも好きな色に偏ってしまうのはとてもいいことだと思うので、個人的には貫いたらいいんじゃないかなって思うんですけど、私は好きな色がめちゃくちゃあるのでなんなら苦手な色とか服とかはまた違うんですけど、小物だったら全部の色が好きなので、全部好きだからこそこのありさまになってます。で、買う時の決め手は、これはジョジョのゴブだっけゴブのプロシュートの兄貴の名台詞があって、殺したい？なんかちょっと待って、ありがとう、検索してくれて。ぶっ殺すと心の中で思ったなら、その時すでに行動は終わっているんだ。そう、それそう、ぶっ殺してやるじゃないんだよね。ぶっ殺すって思った時にはもう殺しは終わってるから、それと同じで本当に欲しいものは知らないうちに買っている。だから決め手は記憶があるか否か。だから欲しいな、迷うな、どうしよう、値段かなみたいなことを考えた時は、1ミリでもそれを考えたら一旦家に帰る。で、冷静になる。で、だけど冷静になれずに買っちゃってる時はもう買ってるんで、もうしょうがないねっていう感じです。決め手は買ってるか否かです。はい。お給料の使い道の内訳を知りたいです。お給料は、私はさっき言った通り結構家の防犯とかセキュリティに結構お金を、家賃にお金を使っている状態なので、家賃に結構消えます。多分世の中の人の給料のうちの使ってる家賃の割合より多いんじゃないかなって思います。たくさん本がありますが、床の耐荷重気にしたことありますか？ないこれ耐荷重質問整理した時に、いただいた質問整理してた時に耐荷重が読めなくて聞いたことない単語だったんで、ちょっと床が抜けたら、ね、その時ということで洋服を買う時のマイルールは何ですか？これは絶対に試着に行くことです。で、あと迷ったら買わない、さっきのプロシュートの兄貴理論です。きよさん流の節約が知りたいです。私はご覧の通り物欲がすごいので、趣味もたくさんあるし、節約が全然できなくて、一回破産の危機に陥って家賃払えなくなりそうだったんですけど、その時に私なりに考えたのが、もうこれは物理的に貯金の口座を分けて、うちの母に私の貯蓄が入ってる口座のキャッシュカードを預けてます。なんで私は触っちゃいけないお金には母に頭を下げないと触れない構造にしました。就業後の最高の過ごし方は？これよくやってたんですけど、深夜の終電なくなった後ぐらいにタクシーで帰ってきて、24時間やってるコンビニもそうだしスーパーもあるから、そこに行ってカップラーメンとかノンアルコールビールとかをガッて買ってきて、家帰って UNEXT とか Netflix でアニメや映画を見ながら爆食して血糖値が上がったまま寝ることです。半身浴とか言いたかった一人暮らしで大変なことは何ですか？ゴキブリが出た時と風邪をひいた時です。この間コテを200度のコテを朝急いでて間違えてギュッて握っちゃって、左手をめちゃくちゃやけどしてやばいことになったんですけど、多分一人だったら無理だった。なんで今目の前にいる親友に3日2日ぐらい介護全部の家事やってもらって介護ご飯だけ私が作って出すみたいな。でもご飯も買ってきてもらったか。まあでも一食だけだから結構頑張って作ってた右手があればね、大丈夫なんですよ。お気に入りの食器はありますか？普段動画に映ってる食器全部お気に入りなんですけど、アーリーバードシリーズは本当に好きで、自分で買ったオーバル皿も好きだし、今目の前にいる友達からもらったカップも丸い皿もとっても可愛いなって思います。本棚の掃除はどうしてますか？本棚はホコリがあんま思ったより、私がガバガバなんでたまんないと思ってるんですけど、そうでもない？まあでもたまりにくいかも。上がねちゃんとついてるから、天井みたいな板がついてるんで、なんで、たまにあまりにだなって思った時にティッシュでさっと拭きますけど、導入しました、はたきを。
これちっちゃいやつ可愛いなと思って買ってましたぐらいです。夏におすすめの香水を教えてください。サンタマリアノベッラの柑橘系のシチリアっていう香りの香水がとてもいい香りです。ちょっと現物持ってくるね。こいつでなんかね、すぐ香りが飛んじゃうんだけど、夏ってそんなベタベタ香りが続くと私頭痛くなっちゃうんで、それもちょうどいいです。今のお部屋になるまで部屋作りは何年かかりましたか？引っ越してきてから結構今の家の家具は買い揃えてて、前のうちと前のうちは結構同じ家具使ってたんですけど、だから割とゼロからじゃねゼロじゃねマジで。なんも、ベッドもなんか、足つきマットレスで寝てたから1万5000円のやつね地獄のような寝心地。だから引っ越してなんで丸2年数ヶ月ぐらいかかってます。まだ全然途中で今見繕ってる家具もあって全然ね買う踏ん切りつかないんですけど、これからも進化するので見ていてくれると嬉しいです。次、人生系の質問。はい好きな言葉とか座右の銘が知りたいです。好きな言葉、座右の銘はなんか人生の質問で一番多くてびっくりしたんですけど、ありがとうございます。2つあって、1個は人事を尽くして天命を待つで、もう1個は、当たり前体操なんですけど、宝くじは買った人しか当たらないっていう言葉が好きで、私にとってこの言葉は表裏一体というか結構地続きにあるなと思っていて、人事を尽くして天命を待つはよく自分に言い聞かせてる言葉で、今まですごい頑張って今の私ができる精一杯をして全然叶わなかったことの方がすごく多くて、でその度にでもそこでなんかもういいや次からやらないってなったら絶対にその欲しいものがなんかあったとして手に入んなくなっちゃうじゃないですか。でその何事もだと思うんですけど 100% 叶うことはないから、なのでその自分を落ち込ませすぎないセリフで失敗してもすぐ、ね、次っていけるようにするために人事を尽くして天命を待つっていう言葉が支えになっていて、で同時にそのなんか、小説の新人賞とかなんですけど出してすごい時間かけて書いたものを出して一次審査とかで落ちちゃったってなった時に才能ないのかもしれないなってすごい、落ち込む方なので、の時にでも宝くじみたいなもんだからさってよく自分に言い聞かせてて、だったら宝くじを当てたいんだったら買った人にしか当たらないからとりあえず買うっていう行為だけはしようっていう意味も込めて宝くじは買ったものしか当たらないです。で宝くじを買うっていう行為が人事を尽くして天命を待つの人事部分なので、それさえやったらもう100点なんですよね、結果がどうなろうと。なんでそういう意味でこの言葉はとても支えになっております。小説家になるまでの話となった後の話が聞きたいです。どれぐらいのスパンで話すかになるまでの話、小説家になりたいと思ったことは全然高校を卒業しても全然なくて、そんなこと一言も言わんかったよね、漫画しか読まんかったし、でなんか幼稚園の時とかも大工さんになりたいみたいなことを適当なことをそのなんかね書いてたりしてたんですけど、大学受験の時にセンター試験が当時あったんですね。でセンター試験前にストレスで体調を言わして椅子に座ってらんなくなっちゃった時に、椅子に座るとこうめまいがやばいみたいな、もういいや勉強やめてなんか好きなことやろう、医者もストレスあんま感じんなって言ってるしと思って、私は当時からボーイズラブがめちゃくちゃ好きだったので自分の好きな二次創作カップリングのサイトを立ち上げて、受験前の11月とか12月に立ち上げて、でそこにこうパスワード何重にもかけて小説を書くっていう行為を始めてみたんですね。そしたら案外書けたんですよ。作文みたいだなと思って書けて、でそれがなんか古のオタクの人は分かると思うんですけど、ランキングサイトっていうのがあって、そのランキングの1位にこうスッと浮上して、これはあるかもしれんと思ってみんなに読まれるの嬉しいなと思って書いてたんですけど、無事受験はありがたいことに終わって着地して、大学入ってから忙しくなって刺激もいっぱいあるし、
そんな書かなくなっちゃったんですね。で、それのサイトも閉鎖してってやってたんですけど、そこからこう、普通に淡々とオタクとして生きていった中で、大学2年の暮れぐらいにめちゃくちゃハマったアニメが出てきて、それユーリオンアイスというので皆さん見ていてほしいんですが、そのユーリの二次創作を始めてしまって、すごいネタバレとか含まれるかもしれないんですが、結構ハッピーエンドで終わるんですけど、私はハッピーエンドのその先が見たいと思って、私が書くしかないのかっていう狂い方をしてペンを取って書き始めて、でそれを今度はプラットフォームサイトのピクシブというものに流し始めて、今度も結構本当にありがたいことにたくさんの人に読んでいただけて、ジャンルの人気の後押しもあるんですけど、そこでなんかひとしきり、半年以上同人活動した時に勘違いを一個私はいたしまして、こんなにたくさんの人に読んでもらえるんだったら私は作家になる才能があるんじゃないかっていう、デカめの勘違いをして、でそこから初めて一次創作を書いてみたんですね。作家になるにはどうすればいいんだろうって調べたら、その新人賞っていうその出版社が主催してるものが年に何回もあるんで、それに応募して通ったら、作家としてデビューできるっていうことも分かったから、そのいろんな新人賞を目標として設定して書いてみたら全然書けなくて、同人誌はパッションで書いてるからダーって書けるんですけど、ゼロから世界観を作るとかキャラクターを作るが本当に難しくて、でヒーコラ言いながらなんとか長編の13万字とか12万字の小説を完成させられて、でそれをある賞に出して結構待ったんですよ。新人賞で待たなきゃいけないので、半年後ぐらいに結果が返ってきて、あなたは一次予選で落ちましたっていうのが返ってきて、ショックじゃないですか。あんなに一生懸命書いて、しかも完結させるだけでも大変だったのに、箸にも棒にも引っかからなかったっていうのが分かって、そこで同人活動で伸びに伸びた鼻はバキボキですね、複雑骨折して、で履かされてた下駄も全部脱がされて、でこれが現実なんだって思ったんですけど、小説を書くっていう行為がすごく楽しかったので、全然そこでなんかやめようとは思わなかったんですよね。でその新人賞は手厚くて、その一次審査で落ちた人にもメールで数行のフィードバックとか、その各項目に分けて ABCD 評価をしてくれるところで、そこで指摘されたことを次は直して、近い別の日程が近い別の出版社の新人賞に出そうっていうのをどんどん繰り返していって、で大学在学中には私はデビューできなくて、両手両足の指ぐらいじゃ足りないぐらい出して全落ちして、泣きながら就職活動して作家になれなかったし、もう働くしかないと思って普通に新卒で今の会社に入って、会社員をやりながらも諦めるとかは全然なかったので、頑張るっていうよりも小説を書くことが楽しかったから、ランニングが楽しい人がなんていうか世界記録出せないからやめるとかあんまないじゃないですか。でピアノを弾くのが楽しい人が超絶技巧曲を弾きこなせないからやめるとかも多分ないのと同じで、私も小説を書くのが楽しかったので、趣味の二次創作を一旦そこでお休みしてひたすら新人賞に出して、で何年か前に無事に受賞してデビューすることができましたが、なるまでの話で、なった後の話が今なんですけど、ありがたいことにそこでデビューした会社から仕事を継続的にいただけてるんですが、その小説っていろいろジャンルがあると思うんですね。ミステリーとか青春とか恋愛とかラノベ BL いろいろあるんですが、それ今私が書かせていただいてるジャンル以外のジャンルの小説も読むのが好きだし書くのも好きなので、今の仕事をいただける限りは頑張って継続しつつ、新しいジャンルでも書けるようになりたいなと思っているので、新人賞にはなるべく年何本か出し続けるようにしています。で趣味の同人誌も出してますこの間も楽しかった。長くなっちゃったね。以上です。モットーは何ですか？損しないことはやる。一人暮らしを始めた年齢はいくつですか？社会人2年目だから24？ 2年目って 24？25？ 4だっけ4かな？4です。24です。お仕事は何系でしょうか？就活の参考にさせてください。
お仕事系の質問もたくさんいただいてて、たまにコメントでも聞かれるんで、ちょっと答えなかったのが申し訳なかったんですけど、まあちょっと就活お疲れ様ですの気持ちも込めて、ざっくりになっちゃうんですけど、お答えすると、エンターテインメント系の仕事をしてます。で、就活の話をすると、就活の時もできるだけそのエンタメ系の、業種にしか応募してなくて、テレビ、ラジオ、広告、出版、ゲーム、あと、ちょっと裾を広げて新聞とかにも応募しました。就活、とても辛いと思うんですけど、無責任に明けない夜はないとか言えないんですけど、今やってることが全て人生の糧になると思うので、体に気をつけて頑張ってください。物語を作るときに意識していることはこだわりとか何ですか？こだわりは多分あんまない方で、意識してるところは、私の趣味もあるんですけど、冒頭のシーンを派手にすることです。静かに始まる小説とか漫画、アニメよりも、1話とか、プロローグの直後とかにでっかい花火が1個上がるような話が好きなので。でも難しいです、本当に。原稿に集中できません。どうやって原稿を進めてますか？パッション気合根性論よくないよな令和だからなんかその締め切りを締め切りを設定したらケツに火がつくはまあそうなんですけど、 iPhone のタイマーで、これ受験勉強の時もやってたんですけど、 iPhone のタイマーで50分とか、その日の調子に合わせて50分とか1時間15分とか時間をこう決めてタイマーつけて、で置いとくんですよ、机に。でそのタイマーが鳴ったら10分休憩、それもタイマーつけるっていう時間を見えるようにして管理してました。で、私は Twitter 配信なんで Twitter とかあとYouTube とか見ちゃうじゃないですか、スマホで。だけどスマホをパッてやった時にタイマーが目に入るとごめんなさいっつってすぐまた健康に戻れます。創作意欲が出ないときはどうしていますか？何かリフレッシュ方法あれば教えてほしいです。創作意欲が出ない時は書かない。書かないっすね。創作したくない時は、なんかあんまりしたくない時に書いても多分楽しくないので。だけど例えば仕事で、その質問者さんもそうかもしれないんですけど、仕事で何らかのその自分のクリエイティブ的なものが必要になった時に創作意欲を出さなきゃっていう時は、基本はまずはちゃんと寝る。で次に自分がそのジャンルのどんなものが好きだったかなっていうのを思い出すようにしてます。なんか本棚を眺めて物語作るんだったら、私は外国の話とか異世界の日本じゃないとこの話が好きだったなとか、なんだかんだ恋愛ものが多いなとか、ミステリもすごい読んでたな、何も謎解き分かんなかったけどとか思っていると、なんかそういう要素を一個一個組み合わせて、なんかちょっとずつやる気が出てきたりもするので、自分が好きなものを思い出すといいかもしれません。大学をどういう基準で選んだか知りたいです。大学は、私は私立文系の法学部なんですけど、高3の時にキムタクのヒーローっていうドラマを再放送かなんかで見て、あれ検事のドラマなんですけど、すんごいかっこよくて、そうだ、法律家になろうと思って法学部しか受験しないっていうことをして、大学入って法律の勉強が難しすぎて、お父さんお母さんに頭下げて入れてもらった法律の塾を半年で辞めました。クソ野郎クソ野郎すぎるけど、その程度ですね。私の地獄は顔へのコンプレックスですが、そういった類のものはありますか？このなんとかの地獄っていう表現は宇垣美里さんの名言だと思うんですけど、人には人の地獄があるみたいなことを言っていたと思うんですが、私はその人からどう思われるかは分かんないですけど、中高女子校だったんですが、その時に結構思春期って体が変わるじゃないですか。で、胸が出てきたあたりの時に結構そのクラスメートの女の子からいじられて、
あとすれ違いざまに多分ふざけてるんですけど胸をこうガッて掴まれるみたいなことがあって、なんでそれが本当に嫌だったし、自分の体の変化に対して私の人間の体の好みはどっちかっていうと凹凸のない男性的なパリコレみたいなシュッスンみたいな感じの体が好きなので、ちょっと深く考えるとすごく嫌な気持ちになってしまうので考えないようにはしています。あと大人になるにつれてもう気にしないための第一歩は出すことだなっていうことに気持ちが変わりつつあるとも感じています。今まで人から言われて忘れられない言葉はありますか？これはございますね。姉がいるんですが、9歳上の姉に言われた言葉で、私さっき弁護士になりたかったから法学部に入ったけど、たったの半年間で勉強をやめたっていう情けないエピソードを披露したんですが、その時に、ちょっと自分の意思でやめたし、今も弁護士絶対勉強無理だなって確信があるぐらい難しかったんですけど、当時ツイッターかなんかで弁護士の人のアカウントで弁護士なんて昔ほど今お金もらえないし、仕事ももう社畜というか社畜って言い方良くないけどすごく忙しいし、そんないい仕事じゃないよみたいなネタツイが万バズしてて、私はそれを真に受けてしまって、で当時のその19歳だった私は結構自分が諦めた事実とかできなかったことが心に残っていて、それを自分で納得できてなかったり、弁護士の人に対する羨ましさも多分あったんだと思うんですよね。で姉と何かの話の表紙に私がそのツイートを受け売りして、弁護士なんて今は昔ほど稼げないみたいだし、めちゃくちゃ忙しいみたいだし、いい仕事じゃないみたいだよってお姉ちゃんに言った時にすっごい怒られて、あんたは努力を完遂できなかったし弁護士になったわけでもないのに、今その仕事をしていて頑張っている人に対してそんなこと言える立場にないとか、人としてすごくダサいって言われて、それは本当にその通りだなと思ったし、それ以降自分がやらなかったこととかできなかったこととか知らない世界に対して不用意に軽口でもジャッジをしないようにしようと決めました。以上です人生の中で核になっている作品、人物、経験などありましたら教えてください。面接みたいはコメント付き。面接みたいって質問者さんが書いてくださってて、確かに面接で答えたなって面接で言った話とはまた違う話をするんですけど、作品を挙げるとキリがなくて、人物もいるけど、ちょっとそれは置いといて、経験が多分一番話しやすいんですけど、さっき言った小説の新人賞にひたすら落ち続けた経験が結構私の中で核というか、重しみたいになっていて、努力が必ず報われるわけではないけど、やらなくては可能性が 0% になってしまうとか、自分に対する過剰な自信もなくなったし、かといってそれでもなおやりたいことがあるのはもしかしたら恵まれてるのかもしれないなとも思ったので、あれはすごく今思えばですけどいい期間だったなと思います。でも今一個も受賞できてなくて、商業誌というか本屋さんに並ぶような本を一冊も出せてないという状況だったらまた違う気持ちになってるんだろうなとも思います。この本に出会えてよかったと今思う小説と漫画一作品ずつ挙げるとしたら何ですか？小説は小学校の時に読んだんですけど、西の魔女が死んだ、梨木里穂さん、すいません、梨木かほさんの小説で、私は記憶力がガバガバなんですけど、中に出てきたセリフで、白熊がハワイで住めないことを誰も咎めないみたいな、人には人に合った場所があるよっていうような柔らかい例えのセリフがとても好きです。で、漫画が異国日記という漫画で、今映画もやっているんで、もしよかったら見てみてほしいんですけど、異国日記は社会問題を漫画の中に取り入れつつも、すごく優しく家族、おばさんと姪っ子の話なんですけどの関係を描いたりとか、中学生の姪っ子の主人公が友達との人間関係で少しずつ成長していく様子が、誰しもがこういうことあったよなとか、あと取り上げられてる社会問題に私の話だなこれはっていう風に共感できるような作りになっていて、私も何話かすごい救われた話があるので、もしよかったら読んでみてください。
スケジュール管理はどうなさっていますか？ダイアリーや日記などは書きますか？日記は書けたらかっこいいなと思って書いては挫折を繰り返してなんか重厚な日記のノートばっかり溜まっていく。で手帳は全然綺麗に書けない、学生の時からでスケジュール管理は会社の時とかはもうトゥードゥリスト朝行った時にバーって手書きで書いてました。でもそれが一番効くなって思いました。家に行って作業する時も紙にメモでこう何やるって書いて一個一個赤ペンで潰していくっていうぐらいの管理です。あとでも新人賞に応募するとか同人誌とか仕事の小説の締め切りがある時はその目標の、字数を日数で割って1日何千字何万字書けば間に合う。でこの日は例えば日曜だから1万字以上書けるよねとか、この日は仕事がすごい忙しいから1000字でも書けたら OK みたいなのを一日一日に割り振ってデカめの手帳のカレンダー部分に書き込んで管理してます。子供の時の将来の夢と今考える今後の夢は何ですか？子供の時の将来の夢はなくてお花屋さん大工さんって書いてた。でケーキ屋さんお花屋さん大工さんで、高3の時に一瞬弁護士になりたくて、今考える今後の夢は穏やかに暮らしたいなんか穏やかにのんびり何の憂いもなく暮らせるのが一番幸せだなと思います。そのために自分が何が好きなのかちゃんと分かっていなきゃなと思います。大学生のうちにやっておいた方がいいことはありますか？考えたんですけどなくて。あった？ないとも言えるしあるとも言える。哲学的だなあると言える場合は人によるんじゃない？あんたの場合は時間があるから本をたくさん読んだ今も読んでるそう親友はとても読書が好きで私の10倍ぐらい多分小説を読んでいる人なんですけど、だから好きなことをたくさんやるといいと思います。大学生は時間が理系だとまた違うかな。いろんな人と話すとかじゃない？確かに世界広がるから。会社入ったり業種によっては大学より全然人と知り合えないかもしれないしね。車の免許取ってください。取りたい人は時間がたくさんあるんではい死ぬまでにやりたいことは何ですか？旅行大好き、し尽くしたい。なんか今お金とか時間の関係で行けないのが悔しいです。落ち込んだ時はどうしていますか？立ち直り方は？落ち込んだ時はなんか本当に落ち込むと私24時間涙が出てくるので、もう泣き切って寝て、立ち直り方はなんか多分言葉で考える脳みそをしているので、私はその言葉で自分がなんで落ち込んだのか、何が原因だったのかっていうのを一個一個整理して、で今後の行動を決めるというか、次落ち込まないためにどうすればいいかとか、結構落ち込むこと多いのでで、自分を責めすぎないためにそれもその言葉で解決しようとしてて、さっき言った人事を尽くして天命を待つもそうですけど、そういった自分を支えてくれる言葉が今までの人生できっと私も皆さんもいろいろ出会ってると思うので、そういった言葉を思い出すようにしてます。そしてだんだん落ち着いていって通常運転に戻ります。これまでの恋愛歴を知りたいです。恋愛はですね、ジャンルとしては苦手で、数学をやってる気持ちになるんですね。で、あんま中高彼氏ゼロ、女子高二次元のことしか考えてなかった。大学の時に一瞬彼氏できて数ヶ月で振られましたよ。これ以上話せることはない世の中のちゃんと結婚している人、恋愛をしている人、尊敬しています。ものすごく人見知りなんですが、何か解決法ありますか？人見知りじゃないから人見知りですか？
解決方法ありますか？やるしかね、やっぱ人と話すしかないね。食療法。人間となれないと。人間とね。そう。人間人間と接することに人間じゃないみたいなセリフだね。いけないね。人間となれる。たくさん話すこと。じゃあ話して嫌なやつだったら？必要がなければもう接触しない。あいつはダメだって。そう。話していいやつだった場合もあるからね。うん。だそうです。高校生なのですが、進路に悩んでいます。何かアドバイスはありますか？これもですね、質問箱にいただいた時にすごく考え始めてて、その時から多分私の時と若干時代も違うだろうし、地域差もあるだろうし、多分女性の方だと思うんですけど、性差も考えたくないけどもしかしたらあるかもしれないし、あとご家庭の方針とか学校の方針とかいろいろ違いがあるので一概には言えないんですけど、今になって思うのは、好きな仕事とか興味がある仕事、やりたい職業がもし具体的にあるんだったら、それになれる道に行った方が長期的に見て幸せになれるんじゃないかなと思います。なんかいろいろ心配あると思うんですよ。難易度高いとか、あと儲からなさそうだなとか、いろいろあると思うんですけど、お金に変え難い価値が楽しいっていう気持ちにはあると思うので、その道を選べなかったとしても一回真剣に検討してみるっていうのはありだと思います。なんか検討せずにそのまま時間を過ごすと、引き返せなくなった時にわだかまりが残るといろいろ支障が出てくるのでなので、やりたいことがあるんだったらそれを考えてみるっていうのがいいかなって思います。でもしも私みたいに、私弁護士になりたかったけど、そこまで弁護士にならないと人生じゃねえとか思ってなかったんで、あんまないなとかふわっとしてるなっていうんだったら、学校とか学力とか親御さんのこととか、そういう条件面で許される限りの努力をしてみて、一番将来の選択肢が狭くならない、広いところに行ける、選択肢を残した状態で進める学校に行くといいかなと思います。で、もっと生々しいことを言うと、受かった大学の中で一番いい偏差値のところに行くみたいなの方が就活で結局一概には言えないですけど損はしないかなと思うので、難しいですね。でも考えていること自体がとてもいいことというか、考えないことと考えることは結果がどうあれ雲泥の差があるので、そういう一生懸命考えるっていう経験を10代のうちにするのはすごくいいことだと思います。小説家、お仕事の小説家と趣味の同人活動のペンネームなどを明かさない理由をもしよろしければ教えていただきたいです。昔その動画のコメントに私の小説読んでみたいです教えてくださいってありがたいことに書いてくださった方がいて、その時にすごい悩んだんですけど、概要欄とかに今明かさない方針ですって書いているんですが、理由は、まず仕事の小説家の方はこれは単純で、担当編集に言ってないこの動画を怖くて言ってなくて恥ずかしいと思って、なのでちょっと言わない方針でいます。固くなり隠してるとかではないんですけど、あともう一個挙げるとすると、これは私の見栄が関わってくるのですごい恥ずかしいんですが、もっと自分の作家活動に自信を持てるようになった時に大手を振って明かしたいなっていう、具体的な基準があるとかじゃ全然ないんですけど、もしかしたら時間が必要なのかもしれないしっていうねだけのことで。次、同人活動のペンネームを明かさないのは、これは単純に恥ずかしいっていうのと、あと、二次創作なので、二次創作は私の創作物ではないし、全部書いてる内容言っちゃあれなんですけど、私の考えとしては嘘なんで、だって作者じゃないから、普段一次創作をしてる分すごい感じるんですけど、原作を作るのってもうすごい大変というか、全く違う
違う動きをしてるなって私は思うので、その同人活動ペンネームここで言うと宣伝みたいな感じになっておこがましいなっていうのと、あとそのこういう趣味を持った人って私も含めてなんですけど、いろいろその自分の好きがはっきりしている人が多いと思っていて、私もこれは大好き、これはちょっと苦手だなっていうのが明確にあるので、普段その私が好きなものを結構察せる感じの動画作りになってるので、今更何をって思うかもしれないんですけど、ちょっとカップリング名とかを明言することによって誰かのなんかちょっと苦手だなっていう気持ちに触れないようにしたいなと思っているので、ペンネームとかは言わない方針でやらせていただいております。これ大丈夫かな、この言い方。大丈夫じゃない気使った喋り方してる。あんまダメとか思わなかったけどこれドキドキするんだよね、話す。じゃあ次、オタク関連の質問に。人生が終わったぜ。まず、ご自身を漫画やアニメのキャラクターに例えるなら誰ですか？ポケットモンスターアドバンスジェネレーションカビゴンです。今もアドバンスジェネレーションですか？え？違う。知らねえか。でも違うんじゃない？アドバンスジェネレーションははるかとか出てくるやつじゃない？ガキだった時のやつだ。いや、だってたけしがもうクビなんサトシ。サトシもいないんですか？ポケモンのね、カビゴンだなっても寝るのも食べるのも大好き。今まで見たアニメや漫画を知りたいです。これはですね、喋ってると終わりがないと思うので、昔そのインスタグラムで今までの歴代の推しを教えてくださいっていう質問をいただいた時に、思い出せる限り書いたんですよ。なんでその時のストーリーのスクショをちょっと貼るので勘弁してください。多分ここに貼ってあるのの盛らないでも本当に50倍は見てると思う。はい。オタ活に関するもので買ってよかったなって思ったものを教えてください。フィギュア。ルカップ。ここにあるルカップです。私グッズ買わない女だったんですけどね、高校まで。あんたがフィギュアとかを買ってたよね。買ってた。イオリンの。そう。見て冷笑してたよね。フィギュアなんて買っちゃってみたいな。もうね、謝罪ですよ。いっぱいあるもんね。いっぱいある。なんかね、フィギュアはね、買うとね、人生が豊かになる。ハイキュー誰が好きですか？これはハイキューのネタバレが含まれるのと、すごい長くなるんですけど、及川徹がすっごい好きで、及川徹の、好きな理由はいろいろあるんですけど、1個は彼はキャラクター設定で天才ではないっていうプレイヤーなんですね。主人公たちがいる烏野高校の一番最初ぐらいに多分出会う、同じ地区内同じ県内で出会うすごい高い壁として青葉城西っていう高校が出てきて、そこのセッター兼キャプテンの及川徹っていうのが、主人公が魔王様って呼んだりしてて、結構本当に倒せないみたいな役どころで出てくるんですけど、主人公のうちの片割れの影山くんは及川と同じセッターというポジションで天才なんですよね。明らかに天才として書かれてて、緻密なトスワークができるとかいろいろあるんですけど、だけど影山くんも及川徹のことを苦手としているというか、同じ中学出身なんでいろいろあって苦手、プレースタイルとか尊敬してて苦手としているところもあってっていう描かれ方をしてて、だけどあくまで天才ではなくて凡人だっていう描かれ方をしてて、中学の時の及川徹が一回バレエをやめるか悩んだシーンがあって、で後輩に天才のセッターの影山っていうのが入ってきて、で及川はその天才を見て自分は絶対に追いつけないっていうのを、どんなにやっても追いつけないかもしれないっていうのを結構失望というか自分に絶望した状態でバレエをやめるか否かを当時学校に来てた元アルゼンチン代表のセッターの選手に相談と打ち明けるんですね。でその時に元選手の人が言ったのが、できる限りの努力も尽くさないでやめるにはまだ早いみたいなことを言うんですよ。でそこで及川徹がやめるというのをやめて引き返して、その言葉通りできる限りの努力をし尽くして、で天才に対する引け目とか嫉妬とかそういうのも全部活力にして
主人公陣営の敵として本当に私読んでる時にどうやって勝つんだこれって思ったぐらい強くて立ちふさがるので、その努力の姿勢というか、なんか私も私のことをすぐ凡人だと思っていて、一生デビューできないかもしれないとか、やりたいことあるけどそれが下手な横好きに過ぎないんだなっていうのをすごい自覚しているので、それに対して結構及川さんの生き様がかなりその励みになっていて、ハイキューは、終わる時に全員のその敵校のチームのキャラクターたちも全員今何の仕事に大人になった時に何の仕事に就いてるのかっていうのが分かる終わり方をしていて、とてもいいんですけど、これは知ってる人も多いと思いますが、及川徹もプロのバレーボール選手になって第一線で天才たち化け物たちに混じって戦うんですけど、他のその選手になった、キャラクターたちとはまた違った一味違った道を選んでいて、それがとっても意外ですごい及川さんらしい選択だったので、そのネタバレここはちょっとあえてしないのでぜひ配給読んでほしいんですが、あんな風に自分は天才じゃないって悩んだキャラクターがその大人になった時に、その悩んだ時の中学生の時高校生の時の気持ちを糧にしてどういう風に成長したのかっていうのをすごい綺麗に描いていると思うので、そういう意味で及川徹というキャラが大好きです。で、もう一人言っていいもう一人野蛇学園の主将の大将卓くんが好きで、野蛇の主将が好きなキャラってあげる人あんまりもしかしたらいないかもなんですけど、その大将卓のセリフに確か33巻覚えてる33巻に一言一句は覚えてないんですけど、野蛇学園負けちゃうんですね。確か猫間に負けるんですけど、その時に大将卓が他のチームの試合も観戦してて言ったのが、優勝できるから勝てるからバレーボールをやってるわけじゃないっていう風に言うんですよね。それがすごくそうだなと思ってこれを自分が新人賞を落ち続けてきた時の話になってしまうんですが、その受賞が確実にできるから今私はヒーコラ行って小説書いて出してるわけではなくて、ただただ書くのが楽しくてどうあがいてもやめられないからやっているんであって、人生ってそうだよなみたいな気持ちに読んでる時になったので、とても好きなキャラになりました。以上です。何がバレーボールは経験者だったりするんですか？するんですか？するんですか？しません。ただ好きなだけ、身長だけとか体育の成績は10段階中2。はい、運動音痴です。彩雲国物語見たことありますか？あります。大好きです。本棚そこにあるよ。なんかね、最終巻までは読めてないんだよね。なんでかっていうと、その中学の時に読んでてもうとっくに完結してたんだけど、終わり方が結構読んでもないのにあれなんですけど、シビアというか、フワンワンハッピーエンドみたいな感じではなくて、シビアな話ではあるからシビアに終わるっていうのを見て、ちょっとネタバレ踏んじゃって受け止めきれるか自信がなくて、小さいガキの時に置いといてたまま大人になってて、今大人になったんで普通に楽しく読めると思うので最後まで読みたいです。で、好きなキャラはセーランです。セーランの血筋が明らかになった時鳥肌立った。1巻とか2巻でわかるんだけど、こいつは面白いぞと思ってハマりました。ジョジョ見たことありますか？ないんだよね。プロシュートの兄貴めっちゃ好きなのに。あなたジョジョ好きだよね。うん。誰が好きですか？何部ごとにいるから。じゃあ1番選べない？一番はでも光一くんかも。4部の広瀬光一くん。4部の広瀬光一くん。成長するところ。一番大人だなって。性格がいい。ブチャラティっていうのかと思ってた。ブチャラティも好き。すげえ顔するじゃん。はい。ディズニーで好きな作品またはキャラクターは何ですか？これはですね、美女と野獣が好きなんですが、ちょっと喋っていいですか？美女と野獣、ディズニーあんま詳しくないんで、古典的なディズニーしかちょっと知らないっていうのもあるんですけど、美女と野獣の何が好きかっていうと、
私はその物語にある展開として絶対に好きな展開が何個かあるうちの1個が、その1人のキャラクターと1人のキャラクターがいて、2人いて、で、男女とか男男女関係ないんですけど、その1人のキャラがすごい人間的な愛に溢れてて、で賢くて優しくて、1人のキャラクターが人からちょっと外れた能力を持ってるだったり、その生い立ちがとか元の性格がとか、見た目が違うとかでもいいんですけど、その2人の交流が好きで、それでさらに具体的に言うと、あなたが私という化け物を人間にしてくれたのに、愛を教えて孤独を教えて人間にしてくれたのに、あなたが私の目の前から去ってしまうとか、あなたは私の目の前から去った方がいいっていうのをこう化け物側が感じて苦しむっていう展開がすごく好きでだから美女と野獣が失笑好きなんですけど、私の中での話なんですが、呪術廻戦の五条悟と夏油傑の関係性も勝手にこれだと思ってて、あなたが私を人間にしてくれたのに、あなたが私の前から去ってしまうっていう風に勝手に思ってて、魔法使いの約束というソシャゲのオズとアーサーの関係もこれだと思ってます。はい。今気になってる漫画やアニメはありますか？今気になっている漫画、でもなんか勧めてもらった卓球のピンポン。ピンポンは気になって、友達が一昨日勧めてくれて、なんか珍しく熱く語ってたんでで、と思って今買いましたね。Amazon から届くの待ってます。アニメはね、でも気になるって思ったの全部見ちゃったかもな。アニメ映画の数分間のエールを視聴者の方からおすすめされてトレーラー見たんですけど、トレーラー山手線で見てちょっと泣いてしまったんで見に行こうと思ってます。グッズや漫画の処分をするときはどうしていますか？漫画は売りに行ってます。ブックオフとか中古ショップに売ってて、グッズは実はまだ処分をしたことがあんまりないなんか信じてもらえないと思うんですけど、私は本当にグッズを買わないオタクだったんですよ、大学生の時まで。有利にドハマりしてた時ですらブルーレイしか買ってなくて、あと雑誌のコラボとかだけど、もし今後処分することになったら、それもそういうその中古の専門店に持っていくかなと思います。アニメ、ゲーム、バレエ、一つしか選べないならどれを選びますか？全部好きなんですけど、そのアニメを選ぶと思います。なんかアニメは選択肢がすごい広くて、どんな作品もあるし、あと、ゲームと違うところは、ゲームはその能動的にならなきゃいけなくて、体調悪い時に楽しめないので、死んでても気分が落ちてても楽しめるアニメを選びます。だけどバレエ見れないのは辛いな電子書籍と紙媒体、どれくらいの割合で買ってますか？7:3です。電子7、紙3。ジャニーズに興味はありますか？いいと思う人やグループはありますか？ジャニーズは KinKiKids に高2の時にめちゃくちゃハマって、でなんかちっちゃい時に親とTSUTAYA行って、で曲流れてて、すごい流れてる曲が歌うまくて、誰の曲ですかって聞いたらキンキですみたいな言ってもらったことがあって、それもあってその時を経て高2の時にドハマりして、チケット戦争をなんとか買って大阪とかまで見に行ってました。ドームに。東京ドームも行きました。光一くんの誕生日は当てたことないけど。あとね、SnowMan の YouTube にすんごいハマった時があって、今もその新曲出たら聴いてみていいなやっぱりと思うんですけど、なんか彼らはね、仲がいいから見てるとね、元気が出るんですよ。はい。アニメも漫画もハマるまで時間がかかります。1話で心をつかまれた作品はありますか？私は逆に1話で心をつかまれた作品に永遠に心をつかまれてるところがあって、1話が派手な作品が好きっていうのもあるんですけど、1話アニメ、さっき話に上がったユリオンワイスはいつ見返してもそのテンポが異常に良くて、1話の
必要な情報とか、最後まで見ると分かるんですけど、必要な伏線が1話に不自然にならない程度にバババババってすごい綺麗に配置されてて、でそれで衝撃的な終わり方を毎話毎話1話に限らずするので、とっても心をつかまれました。で、漫画はでも今この家にある漫画全部1話で心つかまれてるから、なんだろうね。でもなんかそのどでかい花火が上がる展開が好きって言ったけど、乙女語りとかは淡々としてる群像劇的な漫画で、生活、その中央アジアの当時の生活を結婚というフィルターを通して語ってる漫画なんですけど、あれはもう1話の展開がすごかったっていうよりも、もちろんその動きはかなり結婚から始まるからあるんですけど、画力が圧倒的すぎて、もうこれはその話が今後どうなろうともこの絵を見ることだけにかなり価値があると思って、すごい心をつかまれたし、話も面白いです。好きな映画はありますか？映画あんま見ないから見なきゃなと思うんですけど、ちっちゃい時から好きなのはシザーハンズです。もう多分ね、オタクの片鱗があるんだけど姿形が違う心優しい生き物の恋がすごい好きなんだよねバレーボールを生で見たくなりました。チケ戦って厳しいですか？チケット戦争はですね、年々厳しくなっていて、バレーボール、男子バレーはこの数年ちょっと冬の時代と言われがちだったんですが、近年ありえん強くなってしまって、この間終わったネーションズリーグっていうでかい国際大会でも、去年なんか46年ぶりの表彰台で銅メダルとか言われてたのに、今年さらにレベルアップして銀メダル取っちゃって、女子も銀メダル取ったんで、男女ともにもう熱くなりすぎて全然チケット取れないです。でも行きたい試合によるなと思います。例えば、学生バレー、春高バレーとかあと大学のインターカレッジとかはチケット取りやすかったり、行けば見れる試合もあるのでいいなと思うし、あと国内リーグの V リーグ、今 V リーグで来季から SV リーグっていう新しいリーグに変わるんですけど、前までだったら V リーグはチケット取りやすいですよとか、日本代表メンバーの西田選手とかがいるとこでも頑張ればファンクラ入れば取れますよって言ってたんですけど、 SV リーグになるにあたって海外からさまざまなもう超ド級の有名選手が呼ばれたりとか、あとイタリアにずっといた高橋藍選手、すごい人気の選手がいるんですけどが日本に帰国してサントリーに入るっていうのも発表されたんで、結構 SV リーグも厳しいんじゃないかなと思います。でも全部一貫して言えることはファンクラに入ること。その V だったらチームのファンクラブに、ちょっと体制変わるかもだけど入るか、それかその国際試合、日本代表の龍神日本が見たいっていうんだったらバレットモタウンっていうサイトがあって、そのバレットモタウンのファンクラブがあるので、そこの会員に毎年春先に3月ぐらい締め切りで新規会員募集してるので、そこに入会して、でチケット販売が始まるので戦争に参加してみるっていうのがいいかなって思います。だけどすごい難しいと思う。戯れにチケット流通サイトとかよくないんだけど見に行ったら、もうこの間のネーションズリーグのその割といい席とか25万とかで売ってて、やばいよね。なんか本当やばいことになってますはい。原神で好きなキャラクターとストーリーは何ですか？原神はですね、めちゃくちゃキャラがいて、めちゃくちゃストーリーがあるので死ぬほどあるんですけど、これはちゃんと考えてきました。好きなキャラはリーウェの仙人の翔くんが好きで、その翔くんが活躍する剣路解析っていう魔人任務、メインストーリーの一部なんでみんなやることになると思うんですけどが好きで、あれもなんか私自己犠牲的なところがあるキャラクターがすごく好きなので、その剣路解析で翔くんが取った決断にすごい切なくなったし、ネタバレなんですけど、リーウェの岩の神の勝利先生が最後に全部かっこいい美味しいところをかっさらっていったところに貴様って思いつつすごいいい気持ちになりました。原神面白いのでぜひやってください。おすすめのボーイズラブ作品があれば教えてください。こ
これは死ぬほどあるんだが、こういう時にいつも出してる作品があってね。中村あすみ子先生の J のすべてという漫画がとっても大好きで、これ3巻で完結するので、スピンオフ合わせると4巻なんですけど、3巻で完結するし、本当に美しくハッピーエンドなので、ぜひ読んでほしいです。なんか舞台はゲイという言葉が生まれる直前のアメリカで、マリリン・モンローが生きていた時代で、そこに生きる、マリリンに憧れる可愛い服を着たり、ショークラブで歌ったりっていうのが、その好きな男の子が主人公で、彼がいろんな人と出会っていって、その人生に絶望しなくなるというか、結構いろんな目に遭っていくんですけど、最後は本当にハッピーエンドです。で、相手のそのキャラクター、男性のキャラクターも、学生の時に2人は学園で出会うんですけど、大人になってその学生の時に狭かった視野が大人になって広がっていって、その主人公の J にどういう風に接していくようになるとか、結構歴史の背景とかその宗教の背景とかも踏まえて話が進んでいくので、すごい面白いなと思うんで、ぜひ読んでみてください。アニメなどにハマったのは何歳の時ですか？中学2年生中学2年生です。中二病。アニメグッズなどの収納方法は？グッズは全部でも本棚とかに飾っちゃってるかな。そんなないんですよ。そんなないのか、それとも部屋が広いのかわかんないですけど、飾ります。飾れるグッズが多いよね。確かに。飾れないグッズってなんですか？なんだろう、大量のポストカードとかクリアファイルとか。確かに。飾れるけどたくさんあったら。確かに。クリアファイルさ、銀玉のクリアファイルをさ、高校の時にさ、大量に持ってましたよね、お互い。そうでもないですか？持ってた？私は持ってたけど。私も持ってたけど。別じゃん。そうですね。そうだな。クリアファイルはね、買ってたんだよ。クリアファイル買って、バキバキに使ってた、私は。使えるもんね。そう、歴史のプリントとかパンパンに入れてた。紙媒体の本に日焼け対策は何か施していますか？日焼けは気にしないタイプでしょうか？気にしないですね。でもなんか結果的に北向きの家だから日に当たらないはあるかもね。日焼け気にする？いや、もうしないね。焼けるもんだって思ってる。塗れないしね、日焼け止めね。ルカップの外への持ち運び方はどうしてますか？カバンに直入れ。よくない？かわいそう。本当にかわいそう。よくないです。頑張ります。ポーチとか見つけます。オタクでよかったって思うことは？オタクでよかったと思ったことは、呪術廻戦236話を読んだこと。なんかね、物語を読んでてハマってた話で、あまりにいいエピソードとかに出会うと、もう律儀に私は毎回この話に出会うために生まれてきたんやって心から思います。笑うな。カードキャプターさくらで一番好きなシーンはどれですか？これネタバレもあるし、ちょっと私の推しカップリングの話に若干なるんですけど、さくらちゃんのお兄ちゃんのとうやくんが、その親友のゆきとさんがいろいろあって死んでしまいそうな時、存在が消えてしまいそうな時に、自分がすごく大事にしてた能力を全部上げちゃうところが好きです。そこがすごく好きだし、なんかクランプ先生の優しい愛情の描き方のシーンだなって思います。コードギアスの奪還のロゼ見ましたか？おすすめです。見てないんですよね。私おすすめされたからにはぜひ見たいと思うし、ちょっと面白いっていう噂を聞くので見たいんですが、私映画も見たんですけど、コードギアスは1期と R2 の原理主義者に近いところがあるので、コードギアスの話しかできなかった時とかあるので、迷惑をかけましたね。でも見たいと思います。ありがとうございます。即売会の差し入れは何がいいでしょうか？即売会というのは同人誌即売会というイベントのことで、コミケとかが多分たまにニュースになるので、
分かりやすいかと思うんですけど、即売会差し入れ私そのサークル参加する方なんでいただく方なんですが、何が来ても本当に嬉しいです。なんか生ものとお手製のものはちょっとやめた方がいいねっていう通念っていうルールがあるんですけど、それ以外のものだったら何でも嬉しい。お手紙が一番嬉しいです。フルーツバスケットの好きなセリフは何ですか？フルーツバスケットは高谷夏樹さんの花という夢で連載されていた名作の少女漫画なんですけど、フルバ好きなセリフ、セリフかモノローグか忘れちゃったんだけど、おにぎりに人間を例えたシーンがあって、何にも自分のお腹に具がないって思ってるおにぎりが、なんか他の人はなんかああいう魅力的なものがある、梅干しがついてる、鮭が入ってる、私には何もないって悩むんだけど実は自分の魅力、そのおにぎりの具は背中についていて、自分じゃ発見できない、自分じゃ見えないけど誰しもがオリジナルの素敵なものを持ってるんだよみたいなことを語ったシーンがあって、そこがすごく印象に残ってます。一番好きな声優さんは誰ですか？石田明さん中学の時に初めて作ったフリーメールのねアドレスが、石田から始まってる。今も使ってる好きすぎて。呪術廻戦との出会いは？これはジャンプはずっと買ってたんですよ。アプリで0時に配信されるやつを定期購読してて、配給と鬼滅を追ってたんですけど、呪術読んでなくて、アニメ化決定したって本誌でこうデーンって出た時に、あ、そうなんや、面白いんだって思ってで、とりあえず電子で買うかっつって電子で買ってみて、1巻買って面白かったから出てる巻まで全部買って、で読んだ時に7巻までは面白いじゃんみたいな感じでハンターハンターとブリーチを感じるなとか思って読んでたんですけど、8巻9巻で顔ビンタされたぐらい面白くて目覚めたんですよ。8巻9巻ネタバレなんですけど、五条悟と夏油傑の過去の話、ずっと五条悟は主人公たちの先生として、アラサーの先生として出てきてたのに、突然その先生が高先生、学生だった時代まで戻って、で実は今敵として暗躍している、なんか額に謎の傷がある夏油という謎の男が先生のもともと親友だったっていうことが分かって、そっから今からじゃ考えられないぐらいのキラッキラの眩しい青春劇が展開されて、すごく悲しい終わり方をするんですね。でそこでもう私はもうマイページで、こんなあっていいんか、こんな展開がって思ってドハマりして今に至る。中2でテニプリにハマって親友と出会い、いろんなものに目覚めた時の話を聞きたいです。これのために読んだんだよな私たちの学校は毎年、これ何の話かっていうとそうですね、なんかね Vlog のどっかで字幕で出したんだけど、私は中学2年生の時から今に至るまでめちゃくちゃに仲いい親友がいてで彼女と出会ったのは中2の時だったんだけど、その時に同時にねオタクにもなったし腐女子にもなったんだよね、お互いで。それを、いつか喋りたいけどエピソードがキモすぎて喋れないみたいなことをなんかの Vlog で言ったんですよ。で多分それを見てくださってた視聴者の方が質問でくださったんですけど、喋ろう。毎年クラス替えがあったんですね、中高一貫で。だから6回クラス替え、5回あって、5回だね5回だね5回あって、中1の時に違うクラスで名前も存在も知らなかったんだが、中2でそのクラス変わって、でなんか友達づてになんかお互い紹介されて、漫画好きって、漫画をね、オタクになる直前だったけど、少年漫画がクラスで流行り始めてた時で、D グレーマンとか銀魂とかで、私も彼女も読んでて、じゃあ漫画おすすめ交換するみたいなそう話になって、私が差し出したのが銀魂だったかな。下品な漫画大丈夫って聞いて、銀魂差し出してなんか見た目がおとなしそうだったから、なんか銀魂なんて読ませたらショックしないかなって全然誰よりも下品だったそれは言い過ぎやね。であなたが持ってきたのが
テニプリ。テニスの王子様。なんかお母さんの漫画。そう。うちにあった漫画はテニプリとエースを狙いだったから。英才教育テニスの。で、テニプリは私たちの世代じゃなくて、幼稚園生の時にアニメが放送されてたみたいな、でもとっくに完結してたよね。あ、うん、完結してたうん。と思う。で、あ、でもそうだ、最初からに向かって歯抜けだったんだ。漫画。そうそうそう。若干内容知らない。そう。で、それで、テニプリを貸してくれて、で、私は、家帰って読んだわけですよ。そのテニスの王子様を。なんか、もちろんタイトル知ってたし、なんか名作らしいなと思って、ふーんって思って読んでて、藤修介っていうキャラクターがいるんですね。で、これもネタバレと、BL が苦手な人は申し訳ないんですが、藤修介っていう、その、主人公の学校のナンバー2の天才の、ナンバー2だよね。ナンバー2。なんか天才のキャラがいて、で、部長がいて、手塚国光っていう。手塚がナンバーワン。で、そこの2人を見たときに、なんか、私は当時、腐女子とか BL とか全く知らずに生きてきたのに、この藤先輩って人と手塚部長は付き合ってるんじゃないかっていう気持ちになって、典型を得たんですよ。全然そんな描写ないのに。でもこれは少年漫画だし、少女漫画みたいなことが起きるわけないと思って、テニスしかしてないの。どう見てもテニスしかしてないのに付き合ってるわけないと思って、でもこれは、有識者に聞くしかないって思って、テニプリを前回読んでる親友に、次の日、持ってって学校に、放課後で、漫画出して面白かった、ありがとうって、私は、打ち明けるときにすごい、自分が変なこと言ってる自覚があるから恐縮して、本当に気持ち悪いこと言うかもしれないし、絶対そんなことないと思うんだけど、もうキモいと思ったら二度と言わないから聞いてほしいんだけど、前置きして。で、この藤先輩と手塚付き合ってないみたいなことを聞いて、で、あなたがなんて言ったの？わかんないから、打ち返って読んでみるって。そうなんか私は、いや、付き合ってないよ、何言ってんのって言われると思ったのに、なんか考えて、わかんないから、なんか持ち帰り案件にするみたいなこと言い出して、はぁって。でも当時私安心したんですよ。なんかこれから仲良くなれるかもしれない新しいクラスの子に、こいつキモいぞって思われたら終わるじゃないですか。だから、ってことはキモがられなかったって思って、帰って、で、また後日合流して、そう、付き合ってるかもしれないってなった。そうで付き合ってるかもしれないって言われて、で付き合ってるかもしれないってでも最終巻まで読んだ女が言うんだから、そうなのかもしれないみたいな気持ちのまま読んでって、でも読めとテニスしかしてないから、なんかおかしいなって思いつつ、でもなんかそういうのの過程でBL の存在とか二次創作の存在とか個人サイトの存在、リンク集の存在いろいろ知ってって、知ることになったんですけど、結局今の彼女の中に出てる結論は、藤先輩と手塚は付き合ってない。付き合ってない。で、付き合ってるのは藤先輩と白石黒之助。誰だよその男っていう当時の私はなんか読み進めないと白石黒之助が出てこないんですよ。関西の学校の部長だから全国大会行かないと出てこない男と付き合ってるって言われて、もう誰よその男でしかなかったしで、私は手塚と藤に燃えてて、彼女は白石と藤に燃えてて、今もうその感情は変わらないから平行線のまま何も交わらずに今に至る。以上です。名作だからね。読んでくださいね。テニスしかしてないんで安心してください。ナンバー6は読んだことありますか？ナンバー6読んでたし、アニメを見てました。でもなんかね、番外編みたいなのは読んでないかも。だから私の中のナンバー6は、ネタバレですけど、ネズミとシオンがキスして、なんか絶対また会おうねみたいな約束して終わったとこまでです。面白いよね。一番好きな女子キャラは誰ですか？女子は、十二国旗の、渓谷の女王の陽子さん。大好き。配給でドリームチームを作るならどうしますか？これね、まだ結論が出てなくて一生懸命考えたんだけど、ドリームチームね、なんか控えとかあれ抜きで6人制バレーのドリームチーム作るなら、6人制っても7人になるんだから、リベロがいるから、セッターから考えると、もうこれは絶対に及川徹で、及川さんの
率いる日本代表チームは、原作最後まで読めば分かるんだけど、絶対に見れないんですよ。マイナスの意味じゃなくてプラスの意味でね、まさかの展開が起きてるから。及川さんはプロの第一線で活躍してて、超怖い選手なんだけど、だからドリームチームを作るなら日本のみんなを率いる及川徹が見たい。では及川さんが大好きだから見たい。あとサーブも強くて背も高いセッターなんで、セッターの中では世界基準ではないかもしれないけど高い方だと思うんで、結構いいかなと思います。で、セッターに及川徹を入れたら、ぜひオポジットに、オポジットっていうポジションがあって、その一番火力を積むというか攻撃特化型のポジションだと私は思ってるんですけど、そのポジションに白鳥沢の牛島若俊選手入れたいな。牛若オポジットはね、夢なんですよ。牛若と及川、配球内でも牛若が及川に俺にトスあげろみたいなことを、ざっくり要約ですけど言って、及川が絶対嫌だねバーカみたいなことを言ったとこがあるんですけど、そういう意味でもドリームチームを作るなら及川徹が牛若にセッティングして、どうやって牛若を使いこなすのかっていうのがすごい見たいです。でね、次ミドルブロッカー2人な。1人は黒尾さんを入れたい。黒尾哲郎は安定感があって、チームをお父さん的な役割ができる人だなって思ってて、キャプテンにするかどうかは分かんないですよ。及川徹がキャプテンあれですけど、黒尾哲郎は基礎的なことはもちろん全部できるし、冷静だし、あと自分の精神のコントロールの仕方を多分すごい分かってるキャラなので、ミドルブロッカーって相手の攻撃を止められない時とかにそんな落ち込んでる暇はどの選手もないと思うんですけど、感情に左右されずに、じゃあ次は相手の癖はどうかなとか、どうしたら次は改善できるかなっていうのを考えるのが必要なポジションだと思うので、ミドル黒尾さん入れたいです。バランス型の選手だと思う。レシーブも猫間出身なのでレシーブもできるから、ミドルブロッカーでレシーブめちゃくちゃ強い人ってすごい貴重だと思うし、黒尾哲を入れたくて、黒尾さん入れるんだったらもう一人のミドルはちょっとトリッキーでも許されると思うので、白鳥沢の天童悟選手入れたいな。天童と牛若をやっぱ同じコート内で見たいっていうのはオタクだからあるんだが、天童悟はチームの方針にもよるだろうけどゲスブロッカーなので、ブロックのやり方がちょっと独特なので敵をか乱できるかなとも思うし、彼もひょうひょうとしててちょっと怖いというか雰囲気もあるけどメンタルが盤石なので、ぜひ入れたいです。で、リベロ、アウトサイドヒッターは置いとく。リベロがすごい迷ったんだけど、ヤクモリスケ選手、猫間の守りの猫間でリベロをやってる守備専門のヤク選手はすごく技術が高くて、多分配球の中でナンバーワンリベロだと私は思ってるんですけど、主人公陣営のカラスノの西野谷優選手と死ぬほど迷ってて、今の日本代表も小川選手と山本選手でブラン監督が多分死ぬほど迷ってると思うんですけど、それと同じことが起きるなって思ってるんだが、本当にどっちでもいいと思うんだけど、今日ドリームチームを作るなら西野谷を入れたい。明るいから、太陽のような男なんですよ。ヤク君も明るいけど、西野谷の明るさは最終巻のネタバレなんだけど、今イタリアだかスペインの中でカジキマグロを釣ってるんですよね、彼。太陽を背負って日本での経験とかはとりあえず一旦置いといて、カジキ釣りたいみたいな感じで旅に出れるやつはもう明るいじゃないですか。チームがどれだけ沈んでいても明るくレシーブでチーム全体の雰囲気を鼓舞できるような人が欲しいなって思うので、西野谷選手入れたいですね。で、次がセッターオポジット、リベロ、ミドルで、ウィングスパイカーが2人必要なんですが、これがねちょっと迷っちゃって、1人絶対入れたい人がいて、稲荷崎の北信介は絶対に入れたくて、北さんは有名なセリフのちゃんとやんねんがあると思うんですけど、
彼もメンタルがすごく盤石で、だけど一方で熱いんですよね、心が。初めてレギュラーメンバーのユニフォームもらった時に涙が出てきた描写がすごい印象に残ってるんですけど、誰よりも熱い気持ちを持ちながら誰よりも冷静でいられて、いつも通りのプレーができる選手は大舞台ですごい貴重だと思うので、北信介入れたいし、及川徹がいる時点でチームがばらけることはないと思うんですけど、その及川さんが落ち込んだ時とかダメになった時とかに、じゃあ誰が立て直せるかなって思った時に、その学生のチームだと青葉城西の岩泉はじめ選手がその役割だったと思うんですが、その北さんは誰に対してもメンタルをこうピシッてまっすぐに戻せる選手だと思っていて、そのプレーのやり方とか生き様でなんで北選手は入れたい。で、黒尾さんがお父さん的役割ができるんだったら、多分北信介は厳しいお母さんみたいなことができるので、すごいいいなって思う。でもう一人のウィングスパイカーがさ、決まってないんだよな。アウトサイドヒッターな、いっぱいなんか潤沢すぎて、あれかも、僕と孝太郎。すいません、僕とさん入れます。なんかオポジットに牛若を積んでるのに、こっちの翼にも僕とさんを積むなんて、そんなんオーバースペックだよってなるんですけど。でも、大砲はあればあるほどいいから、僕と孝太郎入れたいな。なんか、僕とさん、正直、すごい好きなキャラクターなんですけど、なんか、セッターの赤橋くんの立て直し芸というか、立て直し術が僕とさんを輝かす結構でかいピースだと私は思ってたんですけど、僕とさん最後プロの選手になって昔のような不安定さが全くなくなる印象になるんですね。で、牛若みたいに力でドゥンってやるっていうよりもトリッキーなその背面ショットとか技ができるので華やかだし、観客を巻き込んでそのチームのその味方にできるというか、会場の雰囲気全部を味方にできる貴重なスター性のあるキャラクターだと思うので、僕とさん入れたいです。なんで私のドリームチームはセッター及川、オポジット牛若、ミドルが、天童、黒尾で、アウトサイドヒッターが僕と、北で、リベロが西野谷。以上です。長いね。お待たせいたしました。好きな韓国ドラマは何ですか？ヴィンチェンツォが大好きなので見てください。恋愛少ない。恋愛ほぼないけど、韓国版、いや、リーガルハイっていうにはちょっと、ヤクザすぎるな、ヴィンチェンツォ。なんか、イタリア系マフィアの、韓国の人だけど、イタリア人に途中でなってマフィアになった人が韓国に戻ってきて、でかい金塊をめぐって、悪どい弁護士のヒロインの女の人と、ギャーギャー言い合いながら、ドンパチやって巨悪に迫っていくみたいな、すごい面白いサスペンスドラマです。好きな日本のドラマは何ですか？拓也木村のヒーロー。日本のドラマあんま見ないんですよ。だから見たいなって思ってるんだけど、面白いのあった最近？最近私も見ていない。人生だとトリック。トリック私も全部見ました。私はトリック最後の最終話最後の映画まで見て面白かったなってなったのに、私より多分ずっと長くトリック派をやってる親友は終わるのが悲しくて、未だに見てない。いつ見るんですか10年以内には見ようと思ってはい、トリック面白いよね。次、一番好きな色は何ですか？薄いピンクが一番好きです。今欲しいものは何ですか？健康な体。いや、そういうのやめよう。新人賞とか欲しいけど、そういうのやめよう。お金で買えるものは、具体的なものが今もう見つけられないんだけど、マグカップを置いてる棚がぎゅうぎゅうのぎゅうだからグラグラだし、そこにね、いい棚をね置きたいんだけどね、ずっと欲しかったカルテルの10万円のサウンドラックっていう棚が2個重ねておきたくて、2個重ねると20万円なのよ。すっごい可愛いし、もちろんカルテルの棚だから20万の価値はあると思うんだが、私は買えないとか出せないなっていう結論に至ってしまったんで、そう、欲しいものがね、あったらね、すでに買ってんだよね、本当に欲しかったら。すでに買ってない、もう何でも迷ってるってことは買わないんだと思う。
あとはね、ゲーミング PC が欲しい。でもね、これ買おうとしてるので Vlog に登場すると思うからぜひ見てみてください。行ってみたい国とか次行きたい旅行先はどこですか？台湾行きたくない？次。は台湾の台北も行きたいし、日月潭っていうさ、湖があって行きたいし、あと一緒に行った香港楽しかったからね、また行きたいよね。3日間フルで雨だったけど雨女のか。行ってみたい国はイタリアに行きたいんですよね。推しのバレーボール選手の石川祐希さんがずっとイタリアのリーグでプレーしてて、ミラノっていう、なんか4番手5番手4番手は言い過ぎか、ぐらい強いチームのキャプテンを日本人ながらやってたんですけど、今季からイタリアリーグの絶対王者と言われるペルージャっていうチームに移籍が決まったので、石川選手が現役で活躍してるうちにイタリアに見に行きたいなって思うし、ご飯がめちゃくちゃ美味しそうです。今まで行ったことある国はどこですか？旅行で行ったことあるのはアメリカのニューヨーク、ボストン、あとフロリダと、あとハワイと、あとはヨーロッパは、イギリス、ロンドン、エディンバラと、あとフランスはパリだけ行ったことあります。あとヨーロッパなくて、あとアジアが中国、韓国、香港、以上です。YouTuber のお友達はいますか？いません。孤独にやってます。Vlog で流れる音楽はどのように探していますか？ Vlog で流れる音楽はですね、テマティックという音楽をダウンロードしても良きっていうサイトがあって、そこに今洋楽中心なんですけどいっぱいアップロードされてて、でそこの曲を一曲一曲聴いてます。だからなんか一曲選ぶまでに多分20曲30曲聴いてて、これいいってなったのをこう本能的にこうスッてダウンロードしてます。歴代バイト何やってましたか？一番長くやってて一番初めにやったのが大学の合格決まった後に面接に行った家庭教師。家庭教はそのトライとかいろいろ会社あるけど、そういうとこに入んないでインターネットに掲示板があって家庭教師募集掲示板っていう怪しい、なんか会社がやってるんじゃなくて、なんかサーバーの運営者はいるんですよ。いるけど一切関与しないって明言されてて、トラブルとかに。でそこに親御さんとか学生側が偽名とその教えられる科目とか学歴をこう登録してマッチングして、で個人的に会って個人契約を取っていくっていう。私は多めの時給がもらえるし、親御さん的にはその仲介会社にお金を抜かれないから少ないお金で払うだけで済むっていうのでやってました。でも受験生は責任持てないから小学生とかばっかり教えててすごい楽しかった。あとは本屋さんやってすぐ辞めてで銀座のね日本料理屋さん、なんか昼ランチめっちゃ混むし、なんか夜は宴会やるようなお店で1年以上働いてたと思う。食べに来てくれたよね。美味しかった。働いてて、でも1年ぐらいで辞めちゃって、あとはねこれ名前出すけど神保町のサボールっていう有名な喫茶店があって、クリームソーダとか可愛いんでもし興味あったら行ってみてほしいんですけど、そこでアルバイターやってました。でもねすんごいもう土日インスタで爆発的に人気になっちゃってめちゃくちゃ行列になって、もう体力的に無理になってやめちゃいました。以上です。無人島に一つ持っていくとしたら何持ってきますか？これはあなたなんだけど嫌だ来てくれる？絶対嫌だよな。なんか物をね持っていくならスマホなんだけど通んないから Wi-Fi と一緒に持ってっていいなら Wi-Fi も通んないし無理じゃない無理だよね。なんかね物で考えるともうね何もかも私を満たしてくれるものはないだからもうね考えを変えることですよ。生活を満たすんじゃなくて娯楽を満たそうと思って娯楽を満たすには漫画一冊小説一冊持ってくより親友を一人持ってった方が確実に面白いからそれで二人で死んでいこうと思ってであなたなんだっけ？蚊帳ね、全然性格違うよね。蚊帳だって虫に刺された時に無比持ってくよりも蚊帳持ってった方が早いかなってそれは無比なくなっちゃうし。はい。受験生です。おすすめの勉強方法を教えてください。
おすすめの勉強法はね、真面目な受験生でしたか？違います。私も当時の私もできる精一杯をやってたんですけど、他の人の精一杯と比べたら全然精一杯じゃなかったと思うんで、事情も人それぞれ違うと思うし時代も違うと思うんですが、暗記科目は寝る前にやった方が絶対にいい。なんでかっていうと、暗記は書かずとも見て読むだけでも効果があるので、眠気限界の時にもうケツも痛いし椅子に座ってらんねえぜって時にベッドにプリント持ってって頭の上でこう見ながらこうブツ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 言うだけで、なんかこう口に出すだけでも寝てる間に脳が整理してくれるらしいんで、それはいいかも。あと英語得意な人はほんとクソみたいな勉強法なんで聞かないでほしいんですけど、英語が苦手でやばいっていう人はその同じ単語帳を永遠に3週とかすると、たとえ文法が分かんなくても意味が分かるようになるんで、問題文の。だからそうなってくると英作文とか難しいかもしれないけど、和訳とかマークシートのなんか選択肢の問題とかはいけるから、単語をひたすら頑張るっていうのをおすすめする。でそれをした上でなんかちょっと文法も頑張りたいなみたいなことが起きた時に私は頑張れなかったんだけど、その教科書をひたすら音読する、なんか CD で聴きながらその CD に若干遅れた音読をひたすらして聞いて喋ってまた聞くみたいなことをしてるとリズムで英語を覚えるんで、こう文法が分からなくてもなんか選択肢見た時にそのリズムが違くねこれってなったやつを弾けるから、それ結構自堕落勉強法でおすすめです。本や漫画の要約の仕方、感想が好きです。心がけていることや話し方のコツなどありますか？ありがとうございますね。いつも私の長ったらしい私しゃべりを聞いていただいて、本当にありがたいんですが、結構喋るの長いからあんまり偉いことなんか偉そうに言えないんだが、なんかあらすじを細かく言うよりも、なんかジャンル、例えばこれはバレーボールの漫画なんですけどとか、これは結婚をテーマにした漫画なんですけどっていうのをこう最初に置いといて、もう次から即自分が好きなところを喋ると案外人は聞いてくれる説が私の中にあって、その人と人との会話だったらその人のパッションが伝わった方がちょっと面白かったりするじゃないですか。なんか自分が全然興味なくても、例えばなんか友達、今目の前にいる親友がなんか私と好きなジャンル全然違うこともあるけど、どこが好きだったって聞くと、私にとってはこれがこうでこうで面白かったって言われると、はいってなんかその語り口に飲まれる感じがあるんで、その必要最低限の設定だけ出した後に自分が何が好きだったかっていうのを前面に行くと、そこがそのきっかけとなって続きを聞いてくれる可能性が高まるなっていう作戦を立ててオタクしゃべりをしてます。あと心がけていることは、できているかどうかは全くわからないんですが、なるべく人を私の言葉で傷つけたくないと思っているので、その喋り方の癖になってるんですけど、よく喋る前にエクスキューズをつけるんですね。これは私の勝手な感想なんですけどとか、これは多分ネタバレがあるんですけどとかをなるべくその予防線を張っておいて、で言葉選びもできるだけジャッジしないようにというか断定しないように、その決めつけないように喋りたいなと思ってはいるけど難しいなと思います。はい。体型維持の方法は何これでしょう？はですね、体型維持できてないから結構上下するんですよ。就活中とか甘いものしか食べれなくて70キロ近くまで行ったし、あとなんかすごい辛いことがあった時に全然食べれなくて痩せたこともあったけど、私はそのもう身長も高いし体重も多分見てる皆さんよりあるんじゃないかなって個人的にも思うし、だから難しいですよね。一つだけこういう体型を維持できない人間から言うとすれば、爆食した翌日は爆食をしない。爆食が3日以上連続で続くと手持ちの服が入らなくなってくるんで爆食はね、爆食と粗食で挟むといい。粗食、爆食、粗食だとこうなんとなくこんな感じでいけるです。以上、ありがとうございました。
終わりました。終わりましたが、私これ一回撮った後に全部一人で撮ったやつ削除してて、理由は羞恥心とその自分がなんか見栄を張ってるように聞こえるなとか、自分の実像よりもちょっとでかく見えるなとか、私が自意識過剰なのがそうなんですけど、なんでちょっと話半分ぐらいにそういう風に考える人もいるんだなぐらいの気持ちで聞いていただけるととても嬉しいです。じゃあ今日は来てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあまた Vlog でお会いしましょう。バイバーイ。